サラサラしてて着心地がめちゃめちゃいいんですよ。このチノパンなんですけどめちゃめちゃ形綺麗じゃないですか。39,000円。39,000円。お買い得。2人で買い物来てるみたいな。すいません。値段を把握してなくて。はい、こんにちは、シュトーレイです。今日はですね、羽木にある掃除系のデザイナーの森下さんのアトリエショップである08ブックに来ております。見て、すごくなんかいろいろかっこよくないですか？なんかオブジェとか重機とか。ちなみにあなた知ってるこれ全部買えるらしいわよ。おしゃれなサラダとか食ってもええよ。素敵じゃない？素敵ですね。ねえ、こう家具の相談とか乗ってほしいよね。でも今日その話しに来たんじゃないの。操縦系の今シーズンのやばい話をしに来ました。今日よろしくお願いします。森下さんです。よろしくお願いします。早速なんですけども、はい、今シーズンの操縦系の、テーマみたいなものって聞いてもよろしいでしょうか？はい、今シーズンは素材とかにフォーカスして天然繊維をメインに使ったアイテムをたくさんご用意してます。最近ポリエステルが入ってて着やすかったり扱いやすかったりっていうそういうメリットで、でも服本来の味だったりをずっと着ていく感じにその人の体に馴染んでいくっていうのそんな育てるようなアイテムっていうのをやっぱりもう一回見直した方がいいんじゃないかなと思って。ポリエステルだと味が出てこないってこと？そうなんですよ。ポリエステルっていうのは再現性があって実はシワになりにくいっていうメリットがあるんですけども、その反面そういう味とか雰囲気とかシワとかっていうのは出にくいんですよね。出にくい。綺麗なやつトロッとなりすぎちゃう。でそこをもうちょっとその雰囲気を醸し出す、その人なりの雰囲気を出すためにやっぱり天然繊維の方がいいんじゃないかなっていうところで。こっちがまず第一陣ですね。はい。あれデニム前なかったですよね。ないです。今回初めてですね。デニムって本来着れば着るほど摩擦したところが色が落ちていってヴィンテージっぽくなっていくんですけど、この素材に関しては染め方がですね、反応染めって言って、色が落ちない染め方をあえてしてるんですね。なんでデニムなのにこう色落ちないの？そこ結構長くなりますけどいいですか？ええよ。いつでも聞くよ。もともとデニムっていうのはもともとインディゴで染めてたんですけど、でそれがもう大量生産する時に間に合わないんで、人工でそのインディゴみたいな染料を開発したんですね。昔？はい、そうです。1900年の初頭なんですけど、でその染め方が糸をなんつうんだろう、ロープ状にしてその染めていくんですけど、例えば糸をバサッと切った時の断面がでいうと表面だけブルーに染まってて、中は最初の糸の白い状態なんですよ。ああ、なるほど、なるほど。それが縦糸になってて、デニムの生地を作るんですけど、でそれを着ていくと擦れたりしていくと中の白い部分がだんだん出てきて、だから色落ちて摩擦するところがどんどん白っぽくなっていくんですよ。それがデニムのいわゆる一番の特徴で、経年変化でひげが入ったり、色が薄くなったりするんですけど、縦落ちとかありますよね。そうです、そうです。あえてそういう風にならないように、いつまでたっても新品の色をキープしたい。この色。そうです、そうです。ですけど、生地なんでその人が着用していくと、その人の体に合ってきたり、フィット感だったりよれ感は出てくるんですけど、ここのあたりとかそうです。でも色の変化はだけしなく、着る雰囲気は古着のようにだんだん柔らかくなってボコボコみたいな感じ。そうです、そうです。へえ、すごいね。なかなか白いソファーの上に座っても平気だし、新しいそのリジットっていうんですけども、要は洗ってない濃いデニム、いろんなとこ心配じゃないですか。心配。白いバッグも出ますよね。そうです、そうです。だけどこれは色が変わらず、色もいろんなところにつかず、色落ちしないけど柔らかく雰囲気が良くなる。風合いだけが出てくる。そうです、そうです。生地の特性でいうと、デニムってよくセルビッチって聞いたことあるかと思うんですけど、でもセルビッチって何ですか？セルビッチっていうのは生地を織る時に生地の両端にこういう部分が来るんですけど、昔の古い織り機で現代の織り機と2パターンあるとすると、古い織り機というのは生地の幅が狭いんですね。7、80センチなんです。今の生地は150センチぐらいなんですよ。で昔の生地は横糸が行って帰って行って帰ってってする両端がこういうふうに往復するんですよ。こうやって。その部分が耳になるんですね。現代のその幅広の生地は切りながら作っていって往復しないんですよ。一個一個糸はこう断面
でここがふさふさになってて、こういう風なほつれにくい状態になってないんですよ。確かにそうですね。でこの生地を作る、織り機の織る速さっていうのが、今の機械の5分の1とか6分の1ゆっくりなんですよ。ゆっくりゆっくり空気をはらみながら織っていくんで、そうなるとその生地に微妙な凹凸感が出てくるんですよ。ちょっとしたムラみたいなことですね。表現できるんですね。すごい、じゃあ作るのに時間がかかってるってことですよね。へえ。着きますか。はい、着替えてまいりました。そしてメンズは操縦系スタッフの高村さんにも来てもらいました。こんな感じでトップスが S サイズでパンツがレディースの S サイズですね。パンツだけメンズレディースがあるってことですね。まあ言ったじゃない、やっぱちょっとお尻の形がちょっと変わるって森下さん言ってたじゃない。そういうことでしょ。そういうことでしょ。そういうことです。はい。デニムってゴワってするじゃないですか。あんまりそのゴワゴワゴワがないかなっていう印象ですかね。軽めに着れる感じ。ちょっと開くと見えますよね。こここでしょ。ここでしょ。これ希少なんですよね、森下さん。セルビッチ。セルビッチ。セルビッチデニムはもう今オーダーしてから生地ができるのに2年半かかるんで、なくなっちゃうともうなくなっちゃうんでごめんなさい。じゃあもう作っちゃったから、人気だから再販したいよって言っても2年半後。そうですね。あとステッチが白いですね。だからそこも爽やかさがあるんじゃないかなと。あとやっぱりここをこっそりアピール私はしたい。折り曲げてみたい。座ってるたびにアピールしていきたい。改めて森下さん、パンツどんなメンズレディース特徴があるんでしょう。お尻の形状が男女で違うんで、尻ぐりっていうんですか、お尻のカットのラインですよね。そこの分量感とかをかなり変えてますね。このシリーズは何になるんでしょう。これはですね、これもやっぱり生地に特徴があって、ウールの糸の太さを表す数字でスーパー140っていう数字が大きくなればなるほど、羊毛の1本の毛の太さが細くなるんですね。スーパー140だと 16.5 ミクロンっていうんですね。でちなみにカシミヤが14から16ミクロンなんですよ。ほぼカシミヤと同じぐらい細い糸を使ってる。だからこんなにしなやかでこんなに柔らかくて軽くて薄くて、糸が細くなればなるほど滑らかになって光をきれいに反射できるんですよ。だからこういう風合いと色に見えるんですね。スーパー140って言ったら、どうでしょう。もう本当にヨーロッパのビッグメゾンがすごい高価な、仕立てのスーツ作られるんですけども、それに匹敵するもしくは勝るぐらいのものですね。ジャケットでおいくらだと思いますね。だってメゾンの生地とかでしょ。12。だってメゾンとかで20からするんじゃないですか。いやもっともっと7、80万しますよね。普通に今は。3万9000円。9000円。お買い得。自分でびっくり。これ6万ぐらいかなと思ってたんですよ。9000円っていうかちょっとびっくり。シャツが2万2000円です。やだー。すごーい。パンツは2万3100円。全部揃えても10万いかないよ。3にしても。2人で買い物来てるみたいなんですけど。すいません。値段を把握してなくて。デザイナーなのに値段そうだ、セレクトショップのバイヤーなんかさ、店員さんみたいになってる。じゃあとりあえずちょっと、セットアップ着てみたいなと思います。はい、こんな感じになりました。そして高村さんは黒を着てもらっております。サラサラしてて着心地がめちゃめちゃいいんですよ。でもウールじゃないですか。夏のウールって珍しいなと思ったんですけど、なんでそうなったの？本来その羊っていうのは、自然界に生きてて、夏も生きてるし冬も生きてて、空気を通したり汗を吸ったり機能っていうのがものすごい備わってるのがウールなんですね。夏に着るとウールの羊毛の機能っていうのがより生かされるっていうふうに言われてます。あと軽いのやっぱ涼しいなっていう感じですかね。このベラベラは何ですか？それはダブルの、ボタンを開いた時に閉じた時にダブルの打ち合わせって内掛けボタンを止めないと、ここに本来ボタンついてるんですけど、それをこういう引っ張りっていうんですけど、これで開かないようにするための。だからここだけ前を開けといてこれだけすると、ちょっと表情が左右で対称になったり、なるほどなるほど。これでボタンを閉めた時にずれない、そういう、クラシックな仕立てにはよくある。なるほど。ここにボタンよりもいいですね。そうですね。ここにボタンってあんまつけないんですよね。なんかこっちの方がエレガントじゃないですか。確かにちょろっと見えるときに、シャツとパンツのセットアップ、こんな感じ。軽やかでいい。軽やか。これはこれで良い。これはこれで良いよ。
ドルマンスリーブになってて、アームホールがないんですよ。どの肩の人にも合うってやつですね。そうですね怒り型でも細くてもみたいな、今脱いだらここちょっとかっこよかった。裏ちょっとこういう色変えててかっこよかった。カラークロスっていうスーツを作る時に、襟の裏に当てる生地の専用の生地で、襟ってカーブするじゃないですか、そこに綺麗に沿うための助けをしている生地なんですよ、高級テーラードの仕様だと必ずこのカラークロスっていうのを使うんですよ。そうですよね、だからこそあなたこの値段知ってる？作るのなくない？ないですよねえ、だからびっくりした、そして色味がチェックの他にもあるということで、ベージュ、さっきの高村さんの黒、セージみたいな、ですね。薄い緑色のようなペールグリーンのような、みたいな感じですかね。まあどれかみんなハマりそうですね。ハマりそうですね。ベストタイプ的なやつだから、これで3ピースもできるってことですね。できますね。はい。と、あとはショーパンもあります。好きな。私の好きなショーパンもございましてよ。ちょっと着てみます？着てみましょう。着てみましょう。はい、着てみました。こんな感じになりました。で、サイズは全部 M サイズですね。この色変わるとまた雰囲気変わりません？いいですね。ねえ、あとショーパン可愛いですか？可愛い。今の季節いいんじゃないですか。ちょうど気持ちいいし、あとね、さっきのパンツも言わせたんですけども、紐がついておるんですよ。ベルトしてもいいし、もっとこうリラックスにこうだらっとやりたい時とかも全然対応できますよ。あとこのパンツに関しては、ここがゴムになってる。さっきのロングはないけど、普通のやつなんですけど、こっちは食べ過ぎても大丈夫です。多少なんか全部同じトーンにしてもいいけど、1個だけ変えてあげるっていうのもいいのかなと思います。ショートパンツが色がベージュと黒だけになっております。セージがないっていうことですね。そうですね。ベストはこんな感じですかね。で、紐が後ろで、ウエストが調節できる感じ。そのセットアップもいいじゃないですか。それで、中にシャツとか着たらまた雰囲気変わるかなと。これもベージュと黒になっております。で、まだあるのパンツの話してもよい？バリエーションとしては、こちらにイージーパンツになってて、さっき履いたのがレイさん持ってる。はい、私が持ってるやつ。ツータックのベルトレスで、ゆったりとしたシルエット。でこちらはイージーパンツの仕様で、シルエットが裾に向かって細くなるテーパード。なるほど、なるほど。で、こっちも中は紐入ってる。でもベルトループもあるからちゃんと見えもできますよみたいな。イージーパンツに関してはお色味がベージュと黒とメンズレディースに分かれているということですね。そして次はシャツとかですかね。また生地変わりましたね。そうですね。これは、いわゆるチノパンなんですけど、チノパンっていうのの大元、41チノっていうのが世の中には存在してて、それって何かっていうと、1941年に陸軍士官学校、アメリカの、その人たちが履いてた制服のパンツが41っていうチノの源流なんですね。ミリタリーなんで、2本の糸をよった糸で縦横、それをかなり高密度で織り上げて、だから硬くなる。頑丈で硬いんですね。でそれで当時のシルエットは股上がすごく深くて、この渡り幅が太くて、裾も太いんですけども、それ当時はその中に、なんか寒い時にはいろいろ履けるようにしてたんですけども、今そういう必要ないんで、今の人たちの体型に合う美脚パンツにこれはちょっと修正してて、スタイリッシュに見えるシルエットに改良してます。なるほど。ベージュとカーキ、黒の3つになっております。であとはメンズレディースですかね。でシャツもシャツでいっぱいあるじゃないですか。面にシルクを入れて、あえて洗いざらしの雰囲気をそのまま製品してるんですけども、こういうパッカリングが出て、もう全体小じわがこう洗いざらしの清潔感を表現してるんですけども、綺麗なチノパンに合わせていただいてコーディネートすればいいかなみたいな。ラフな感じで。はい、そうですね。でステッチにも一応こだわってて、わざとこういう小じわが出るような種類のミシンをかけて。でもそのラフなんだけど、触り心地がラフじゃない。ちょっとシルクが入ってるんで、少し光沢が出たりとかもしてます。じゃあ早速着てみたいと思います。
ちょっと見てすごくない私なんだろう、多分30年ぐらいこういう学校してないです多分。学生さんの時とかしてたかもしれないくらいな。でもこのチノパンなんですけどめちゃめちゃ形綺麗じゃないですか。しかもベルトなしでこの綺麗さで、この紐が実はあるんですよ、さっきのと一緒で。でこれで自分のウエストの太さをちょうど綺麗に調節できるっていうのはすごい良いなと思って。後ろこんな感じ綺麗ですね。ねえ、すごい清潔感ありますね。どうカジュアルなんだけど。どうしようこれ。これ親に挨拶行けるよくらいな感じよ。私が男の人だったらね、彼女のね。シャツもなんかいい具合のちょっとした透け感と、やっぱ着心地がめちゃめちゃいいです。薄くてでもさらっとしてて気持ちが良い。女性だったらこの二の腕ちょっと気になる人ってやっぱ多いと思うんですけど、ありがてえことにちゃんとなかったことにしてくれる。こことかだともう一声ってなるんですけど、ここまで。で高村さんはシャツはまたこれ私のと違いますよね。ステッチをちょっと配色にしてるんですね。白になってる。そうなんです、うんうん、黒い方の色慣れにも白いステッチが入ってて、チャンブレーのその涼しげな感じをより醸し出すように配色にしてますね。色味的には他にベージュと黒と黒。あ、黒の方が白の線が目立ちますね。はい、清潔感のあるカジュアルに、なんかこのステッチがあるだけで随分変わってくるんで。で私が今着てる白に関してはこの白と高村さんのシャンブレーでベージュ黒になっております。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした今シーズンの掃除系は。全部欲しい。こうやりたい。抱きしめて帰りたいくらいに好きでしたね。やっぱりデザイナーさん本人から聞くと違いますよ。違います全然。生地の良さだったりとか生地が作られるまでのその時間だったりとか、そういうのを聞けるとより大事にしようかなって思えるなと思いました。ちなみにこれもそうなんですけど、一回履いてみてほしいんですよ皆さんに。時に履きたいなとか試着したいなって思った時はどうしたらいいの？5月の実は、1、2、3の金土日で、掃除系の単独の、試着会っていうのを開催いたします。はい、で場所が、代官山のホワイトルームという、はい、スペースで行います。で実は5月が5月の1、2、3で、また次の月が6月の12、13、14の金土日で、また同じ代官山のホワイトルームで3日間単独の試着会を行いますので、はい、今ご紹介いただいたものを全部試着できるようになってますので、はい、実際に試していただいて。これは一回生地とかね、シルエット見に行った方がいいかなと思います。いろいろ着させてもらったんですけど、皆さんどのアイテム、そしてどの着こなしが気になったでしょうか。ぜひコメント欄に書き込んどいてもらえたらなと思います。ちなみにアケピシャはどれが良かった？スーパー140のジャケット。あなただって黒色ちゃんと試着してますもんね、私がいない間に。私一番感動したのはやっぱりこれ。この上下、自分にない引き出しを、引き出させてもらったなって感じがしました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。